具のリルです。それにしても毎日暑いね。これだけ暑いと部屋でゲームする方が良いかもね。さて、この動画なんだけど、以前から気になっていた中華ゲーム機トリム UI スマートプロの紹介です。それではいつものように開封から。スマートプロのパッケージはこんな感じ。本体写真が印刷されていて、デザインも洒落た感じ。まあ輸送でボコボコだし、シールもベタベタ貼られてたけど、中国ネットショップだとだいたいこんな感じだよね。中身は本体と充電用の USB-C ケーブル、あとは紙っぺらが1枚だけの超シンプルな構成でした。スペックは映像の通り、OS は Linux でトリム UI 独自の OS です。搭載するプロセッサーはオールウィナー N133 プラスで、アンバーニック RG35XX シリーズに近い性能のチップみたい。パフォーマンスはまあそれなりって感じです。スクリーンの仕様は少し特徴があって、 IPS4.96 インチとやや大きめな液晶。解像度は 1280×720HD 画質となっています。 Wi-Fi、Bluetooth を内蔵していて、振動機能にも対応。内蔵スピーカーはステレオ、機能的にはしっかりしています。本体カラーは3色で、ブラック、ホワイト、グレーが準備されています。それでは外観チェックです。おそらく PS ビータを参考にしたデザインだと思うけど、バックプレートのカーブを描く形状やボタンのサイズや位置などがかなり似ています。ただ細かい造形は異なるので、オリジナリティはしっかりあるとは思います。フェイスボタンは右側に ABXY ボタン、アナログスティック。株側にスタートとセレクトボタン。左側は上部に十字キーで、下にアナログスティックが配置されます。その下にあるのはメニューボタンです。ちなみにフェイス株には極小のスピーカー穴が左右にあるんだけど、ここから本当に音が鳴るのって感じの見た目です。実際に穴を塞いでも音に変化がないんだよね。あと中央のロゴは充電時に赤く点灯します。見た目も良いし機能的で良いですね。背面はすっきりしていて、メーカーロゴやモデル名だけでシンプルだけど見た目は良いです。側面から緩くカーブする造形は実際の厚みより薄く見えます。なかなかの両デザインだと思いますよ。上部のショルダーボタンは縦配列。中央部の左から電源ボタン、中央に通信用 USB-C ポート、右側にボリュームボタンが配置されます。下部はファンクションスイッチ、充電用 USB-C ポート、マイク穴、マイクロ SD カードスロットにイヤホンジャックです。なんか封印されている部分があるけど、設計時には HDMI ポートが予定されていたのかな。コストダウンしたのかもしれませんね。あと特徴的なのがストラップホールで、最近のゲームには珍しいかも。穴が小さいので取り付けは難しそうだけどね。本体の質感はプラスチックだけどずっしりと質量があるし、仕上がりも良いからかなり良いなと思います。出っ張りも少なくてスリムなので携帯性も良さそう。さてゲームで遊んでみて感じた操作性だけど、まずホールド感については
横型デザインでしっかり握れるし、なかなか良いです。コンパクト機の中では良好なモデルだなと思いました。ABXY ボタンはメンブレンスイッチ。プチプチした感触で静音性も高いのが良いですね。ボタンは小型なんだけど、親指に収まるし、操作性はかなり良いです。十字キーも小型だけど、かなり湾曲していて、押し込みやすい形状だし、こちらも操作性はかなり良いです。アナログスティックは軸の高さが低いので少し違和感を感じたけど、キートップはゴム製で滑りにくいし、操作性は問題ないです。ただし、押し込みには非対応となっています。ショルダーボタンは縦配列。L1 と R1 は軸がないので、どの箇所を押し込んでも反応してくれます。感触は少し固めだね。L2、R2 はトリガー形状だけどアナログボタンです。上部にあるボタンとの間隔が狭いので、4本指で操作するのは困難だな。このボタン、さらに固めな押し心地で、ちょっといまいちに感じます。完璧とまでは言えないけど、操作性についてはかなり良いデバイスだと評価はできると思います。さて、スクリーンの画質についてですか？これはかなり綺麗ですね。発色も視野角もこの価格のモデルとしてはかなり美しい液晶を使っていると思います。ただし最大輝度はわずかに弱い感じ。でも実用上はほぼ問題ないと思います。音質もコンパクトなゲーム機としては悪くはないです。ステレオで広がりもちゃんとあるしね。ちなみにスピーカー穴を塞いでも音に変化が起きないんだよね。音がどこから出ているのかちょっと不思議です。さて、肝心の性能についてなんだけど、このモデルはアンバーニック RG35XX シリーズと大体同じような性能みたいです。つまりファミコンから初代プレステまでは全く問題なく動作はします。だけど64とかドリームキャスト PSP あたりの重たいゲームタイトルだとちょっと厳しいかもって感じです。スクリーンの仕様的に PSP との相性がかなり良いけど、ゴッド・オブ・ウォーを試してみたら音飛びするし、動作がもっさりだし、まともにゲームプレイはできなかったです。本体のデザイン、ハードの出来も良いし、液晶も綺麗なんだけど、その良さが活かせる性能ではないのが残念です。カスタムファームウェアやアプリの更新などで多少は改善するかもしれないけどね。トリム UI の独自ファームウェア。 UI の見た目、メニューデザイン、使い勝手など個人的には好きです。機能的にユニークなアプローチがされていて、ファンクションスイッチはリングライトやパフォーマンスモードのオンオフ設定ができたり、任意のボタンに連射機能を割り振りできたりもします。ゲームメニューからコンソール選択すると、リング LED の発光色が変化してギミックに遊び心があるし、オリジナリティが高く、いじっていても楽しいです。ちなみにファームウェアはたまに更新されているみたいなので、最新版にアップデートする方が良さそう。私もまず最初に更新しました。あとスマートプロに対応したカスタムファームウェアもあるので、標準のファームウェアに不満があるのであれば入れ替えることもできますよ。アップデートの仕方やカスタムファームウェアについてなどニトロブログに記載してあるので、概要欄からチェックしてみてください。
てな感じで、今回はトリム UI のスマートプロを紹介しました。最後に簡単にまとめると、まずはハードについて。デザイン、質感などとても良いし、愛着が持てると思います。あとスクリーンも綺麗だし、大きくて見やすいのが良いです。リング LED やファンクションキーなどオリジナリティがあるのも好感が持てました。ゲーム操作性についてはおおむね良好。押し心地、感触も上質だし、操作時に不快な音が出ないのも良いです。ただし欠点はやっぱり性能が少し非力なことで、 PSP のゲームがもっと快適に動作すればと思いました。ちょっと残念。でも私はメインで持ち歩くぐらいに気に入ってるんだよね。携帯性が良いのも好きなところです。さて期間限定だけど、バングッドさんからクーポンをもらっています。送料込みでだいたい1万1000円ぐらいなのでかなり安いです。概要欄に掲載しましたので、欲しい人はチェックしてくださいね。はい、そんなわけで今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとう。また次回の動画でお会いしましょうね。じゃあまたね。